皆さんこんにちは。小松です。アスカ本体も完成し、前回は台座用の部品を作成、透明樹脂で封入しました。完全に硬化したので取り出します。タッパーを割っちゃうのはもったいないのでなんとか壊さずに取り出そうとしてます。素材が PP なので外れやすいはずなんですけどね。思ったより苦戦。オン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 。振りまくったらなんとか外れました。地味に疲れた。ちょっと色が強すぎたような気がしないでもないですが綺麗な樹脂の塊ができました。表層にちょっと気泡が出ていますが、削っちゃうので気にしない。CNC で表面を削って面出しをします。ライトをつけ忘れて録画したため、ちょっと暗くて申し訳ない。フローレスレジンを切削するのは初めてだったんですが、加工しやすい材料です。熱に割と強いようで切削油など使わなくてもどんどん削れる。ちょっと切り子が軽いのであちこち飛んで大変でしたが加工性が高いのでこれからも色々できそうですね。金がない？クレジットカードがあるじゃない。面出しができたら、台座の形状に合わせてカットします。こういうの、面白くてついつい見てしまいますね。結局2時間くらいずっと切り子の掃除をしながら CNC を見てました。3D プリンタも便利なんですが、あれは作業中地味なんですよね。こういう物理的に物を加工する機器の方が作業時は面白いです。CNC 加工が完了したので取り出し、表面を磨きます。思ったほど削れないということもなく、ブロックやすりで削ってやると割と素直にハートがなくなりました。アクリルよりも削りやすく、ウレタンレジンよりも硬い感じ？表面のヤスリがけができたら穴の加工をしておきます。いちいち穴位置を測るのは面倒なので印刷した図面を当てて穴を開けちゃいやす。CNC 加工時にやっとけばよかったじゃん。おっしゃる通りでございます。まあ、削り終わると嬉しくて近くで見たくなりますよね。ワークから外しますね。原点位置に戻せませんね。そういうことです。穴開け加工ができたので、台座にウレタンクリアを吹いて透明度を出します。取り出しは大変なので、ヤスリがけは800番くらいまでやって、あとはウレタンクリアで表面傷を埋めれば十分透明な台座ができるかと。ウレタンクリアを吹いていくと封入した部品が透けて見えるようになってきました。たまらんですね。台座ができたので、上の構造物を作ります。まずは床部分を出力しました。ゴンドラの床部分をイメージ。パーツが大きいので2分割で出力です。洗浄、二次硬化を済ませたら、2つのパーツをピンで接合します。床パーツを作ったまでは良かったんですが、せっかく透明樹脂で作った台座、見えなくね？横からちょっと見えるだけだと割に合わないのでこの床はボツ。見えなければ床を透明にすればいいじゃない。ということで転がっていた 5mm のアクリル板をフライスで削って床を作ります。ちょっと汚いのは切削油を使っているからですね。その辺に転がってたアクリルが押し出し剤で摩擦熱で溶けちゃうので、切削油を適宜注油してます。出来上がったのがこちら。外形を削るだけではなく、溝も入れておきました。これを配置すると見えるぞ。ただし台座にベタッとつけるのでは面白くないのでスペーサで高さを稼ぎ、構造物感を追加します。アルミのスペーサーに芋ネジを上下に取り付け、透明床の高さを上げます。スペーサーを立てて、アクリル板をはめ込めば台座完成。
床もできました。これで基礎部分は完成です。次はドアを作ります。原作に出てきたゴンドラ更衣室の武骨なドア。特に図面があるわけではないので原作を見つつデータを目分量で作ります。しかし、原作を見るとそのまま全部見てしまうのなんとかしてほしい。返してよ、僕の時間を返してよ。こいつを 3D プリンタで出力します。これも大きいので2分割して出力。2分割しているとはいえかなり大きいので剥がすのが怖い。もう片側のパーツも出力、乾燥させた状態です。ただこれわかりますかね、かなり歪んでます。正直この後の作業でこの歪みを矯正できるかかなり怪しい。思い切って水洗いレジンではなく、アルコール洗浄レジンを使うことにしました。ついでに言うとノバ 3D の LCD パネルが壊れたので 3D プリンタ自体も変えてます。LCD 在庫が欠品してたので仕方ないね。また財布が痩せるぜ。水洗いレジンとアルコール洗いレジンの比較がこちら。濃い灰色が水洗いレジン、薄い灰色がアルコールレジン。プリンタ自体もパラメータも異なるので断言はできませんが、個人的には水洗いレジンは歪みがひどくて大型部品は、無理。アルコール洗いレジンは歪みが少なくかなりシャープに仕上がっています。水洗いレジンから 3D プリンタを始めましたが、今回比較してみてアルコール洗いレジンの方がいいじゃんとなっています。個人的に一番気にしていた IPA 洗浄も、エタコール7という溶剤は比較的安全らしく、十分洗浄できたので特に問題なし。換気は必要ですけどね。サポート剤の跡が鳥肌のようになってしまっているのでラッカーパテを塗って表面処理を行います。大面積にすり込むように塗るときは割り箸便利。乾燥したらヤスリがけ。ラッカーパテの食いつきは全く問題なさそうです。上下分割したドアを接合します。予想以上にアルコール洗浄レジンは精度が高くピシッと合いますね。かなり大きなものなので、あらかじめ軸を通す穴を開けておきました。ここにアルミ5ミリ棒を通します。ドアの厚みがあるのでできるだけ太めの金属棒を選びました。接着剤を塗りつつ、アルミ棒を差し込みます。ドアの丸窓の近くギリギリまで穴を開け、アルミ棒を通したので多分強度的にはいけるはず。完成した作品は結構あちこちに持っていくのでできるだけ強化しています。さっきから少し気になっている方がいたかもしれません。ここの穴を埋めます。これはシンプルに 3D プリンタの高さ制限に引っかかって出力できなかったところですね。分割をもうちょっと考えたら穴埋めなんぞいらなかったんですが作っちゃったものはしょうがない。おとなしくポリパテで隙間を埋めます。接合ラインはシアノンにアルテコの粉を混ぜたパテで充填します。パテが硬化したらヤスリがけ。シアノンアルテコの粉はヤスリがけもしやすいし使いやすいですね。タルクを使っていましたがちょっと黄色っぽくなるのでこっちに変えました。引き続きゴンドラの柱部分を作ります。柱関係のパーツを集めたのでまさに収穫してるみたい。水洗いレジンよりも少しプレートへの食いつきは強いようです。ただ、スクレーパーを使えばそこまで外れにくいということもないので許容範囲。アルコールで洗浄します。柱は分割線を筋彫りラインに合わせてカットしました。これをつなげて長い柱にします。
ここに接着剤を塗りながら先ほどのドア同様、アルミ棒を差し込んで補強します。接合ラインの隙間埋め。硬化したらヤスリがけをしておきます。さて次回は最終回。いよいよ完成です。